ハロー、久しぶりの東京 Vlog でございます。我が家です。久しぶりの、とてもいいです。やはり家っていいね。シドニーもだいぶホーム感が強くなってきてはいるんですけど、やっぱり自分たちの空間にいるっていうのはすごく心地がいいなっていうのを改めて帰ってきてから感じております。で、年末にちょっとバタバタしててできてなかった大掃除とかをゆっくりやりながら、とても平和な日々を過ごしております。で、2024年はこんな風に生きていきたいみたいなのが、去年の年末から年始にかけてお休みの間にゆっくり固められたので、今年もそれにのっとって生きていきたいなと思ってるんですけど、そのうちの一つが物事を後回しにしないっていうのがあって、今までこう忙しいのを言い訳にずっとやらなきゃいけないのは分かってるけど、でも忙しいからまた来週とかってやってたことをもうすぐやる、もう後回しにしないっていうことを決めたので、今年はいろんな物事がどんどん前に進んでいったらいいなっていう風に、進めていきます。はい。特にね、プライベートのことはやっぱり時間があったらとかタイミングがあったらとかっていうちょっとそうなったらいいなみたいなアプローチをこれまでしてきてしまっていたような気がして、今年はそれをちょっと変えて、これやってみたいから、じゃあこういう計画を立ててそれを実行して、そのやりたかったことを実現するっていうような流れをもっと生み出せていけたらいいなっていうふうに思っています。なので今年はもっとワクワクする一年になります。言い切りが大事なんだよね、こういうのはね。インスタライブを終えて帰ってまいりました。で、これから我々麻布台ヒルズに参ります。去年の年末、麻布台ヒルズの混乱ショップに私の両親と一緒に行ったんですけど、その時にすごい可愛いものがたくさんあって、個人的には麻布台ヒルズの混乱ショップが一番可愛いなと思ってるんですけど、リビングルームのソファーを買い替える話をしていて、買い替えるっていうか、今あるソファーを書斎に入れて、こっちを違うもっと超ダラダラできるけど可愛いソファーにしたいねっていう計画をしておりまして、我々でずっと統合ソファーを考えてたんですけど、年末に可愛いものがたくさんあったので、ちょっと他の選択肢も探ってみるっていうことになり、今日はこれから家具ハントに、ソファーハントに参ります。あとこのバッグ今すごい気に入って、かわいいね。かわいいでしょ。これのすごいいいところは、この YouTube の三脚が入るの、ここにそれがすごい好きなの。YouTube の機材を持って歩こうと思うと結構大きいバッグを持たなきゃいけないんですけど、これだったらシュッて入って、このスリムさよくないあとすぐっていうさって出せる、このイージーアクセス、っていうことでした、私の中で。本日はリンロゼに参ります。昨日混乱ショップに行って、やっぱりあのソファーがすごい可愛かったけど、やはりちょっと大きいね。ちょっとね。あと生地が、自分たちが選びたい生地に好みの色というか、今のリビングに合う色がないんですよね。残念。なのでリンロゼのやはり元々のプランの統合ソファー本日はチェックしに参ります。3回目もう3回も見に行ってる。色が選べなくて
やっほー、今日は家がだいぶ片付いてきて落ち着いたので、シドニーとニュージーランドの購入品やります。じゃあまずは上から行こう。ぴょーん。可愛くない？この湯飲みではないがマグカップではない、なんかカップ、飲み物飲むカップ。これニュージーランドのお店で買って、ニュージーランドのおすすめにも登場したクラッシーズっていうお店で買ったんですけど、メイドインニュージーランドのものが置いてあるお店で、これすごい一目惚れして買っちゃいました。次があらー、マグカップ可愛くない？このやる気のないイラスト、これすっごい気に入ってるんだよな。これもニュージーランドのベスティカフェっていうカフェのオリジナルのマグカップで、こちらも一目惚れしてゲットしました。次がこちら、ほい、古着の T シャツです。これもニュージーランドのおすすめで出してたキロっていうお店で T シャツとかスウェットとかを量り売りで売ってくれるところがあって、そこで買ったお気に入りの古着 T でございます。次があらーなんか私っぽくないって思うよね。でもときめいたの。このフェイクファーのバケット、ちょっとクリップついてるから今日。フェイクファーのバケットハットなんだけど、すごいね。これやっぱ海外マジックだったかな。いや、すごい可愛い。黒いコートとかに合わせて着たらちょっとアクセントになって可愛いかなと思ってゲットしてみたんだけど、でも今年はね、もっとおしゃれを楽しみたいっていうテーマも掲げていて、それということで、はい、かぶるよ、これも。で、次がこちら。これすごい可愛いの。これセールで買ったの。アクネのシャツ、見える？この長い袖とか、この左側についてるボタンの感じとか、この生地の薄さとかがすごい気に入っていて、まだ寒くて全然着れないけど、あったかくなったら着たいな。なんか汚くなってる、ここ。ファンデーションですか、あなた。大きししよう。次がこちら。はい、同じくヴィンテージティー。これはシドニーのおすすめで出してたストアルームヴィンテージっていうお店で買ったハーレー・デビッドソンの古着ティーです。このね、なんとも言えない水色、ブルーがすごい気に入ってんの。これデニムとかとすごい相性がいい色でめっちゃ着てます。次もこちら、はい、古着のロンティでございます。これも同じお店で買ったと思うんだよな。この色とかデザイン、グラフィックのがすごい気に入ってゲットしました。黒の古着って色あせてきてこうちょっと墨黒っぽい色になってくるんですけど、そのね、色がすごい好きなんだよね。最後がこちらでございます。これね、すっごい嬉しい。トーテムっていうブランドがあるんですけど、日本でなかなか買えなくって、でもずっと欲しいなって思ってたブランドで、でも一回着てみたいと思ってたの。でそれがシドニーにセレクトショップであったので買ってきた。このめっちゃシンプルなニット、すっごい形が綺麗で、ちょっと硬さのあるこの編み方で表情もすごくエレガントだし、むちゃくちゃ気に入ってます。で、もう一つがこちら、デニム。このデニムね、実はずっと気になってたトーテムのデニムで、ネットでオーダーしようかな、サイズどうしようかなってずっと迷ってたやつが、なんとセールでございました。すっごい形綺麗なの。めっちゃ気に入ってる。このデニム、これからすっごいヘビロテすると思う。ファイナルセールですよ、ファイナルセール。なんとラッキーな。はい、ということでこれでシドニー、ニュージーランド購入品以上でございます。で、コスメとかの購入品はシドニーのブログでやったので、気になる人はぜひそちらをチェックしてください。